一日置いたらなんか尻尾が剣に干渉して持たせられなくなったんだよね。数日で変形しすぎだろ。なめてんのか。こんにちは、春日部つむぎです。前回から引き続きデュランダルで申し訳ないけど、まさかもを作る羽目になるとはね。前回尻尾変形したかもみたいなこと言ってたんだけど、はい、がっつり変形して垂れ下がりました。これが到着当日の6月25日に撮った写真。剣が尻尾の前にあるのわかるよね。これが6月30日に撮った写真。さあ、もうちょっと耐える努力しろよ。正直変形防止パーツなしでも3ヶ月はさすがに耐えるだろうと思ってたんだけど、まさか5日程度でここまで変形するとは。アーシも初めての体験で何と言っていいのか。もちろんアーシの個体が特別弱かったというごくわずかな可能性はあるんだけど、さすがにこのレベルの変形は個体差とは言いにくそう。もちろんじゃあ変形防止パーツつけとけよといったご意見はあると思うんだけど、今回は外すことを前提とした書き方だからね。アーシはフィギュアオタクやらせてもらってるんで、外したまま展示は危ないって分かってるんだけど、キャラが好きで買った人はこの記述だと多分外すよね。この程度の変形に目くじら立てすぎで貼って思われるかもしれないけど、ノウハウがあるはずの老舗メーカーがこんなことやるって思いがすごく大きい。第一、なんで高い金払ってメーカーの不備をこっちが許容しなきゃなんねえんだよって。干渉 100% の製品で見た目を担保できない強度って、そりゃもう製品としてどうなんだよって。だからこその変形防止パーツなんだろうけど、それはトランセンドの時に話した見た目に関わる仕様変更をユーザーに告知せずやるなって話。本当にこれはフィギュア界隈全体の悪しき文化だと思う。大手がやってるんだもん。中小メーカーもそりゃ追随するわって。というわけで、展示するときは絶対に変形防止パーツをつけましょう。魅力的な後ろ姿に水を差す残念なパーツですが、変形には変えられません。それに、このまま放置してたら折れるんじゃねって思いもある。でもまあ、変形のおかげで剣を持てるようになったっていう前向きな捉え方も。いや、パンブリーダーは、とりあえず、これはお問い合わせ案件っすね。どうせ変形防止パーツつけてくださいって話で終わるんだろうけど、このやりきれない気持ちをメーカーに伝えておかないと改善が見込めなさそうだし。といった感じで、今回はここまで。次は楽しい話ができるといいね。でも次来るフィギュアは YouTube ではお出ししにくいフィギュアだ。出せたら出すよ。